今日はホアムファキュリティハウスについて紹介していきたいと思います。ホアムファキュリティハウスっていうのは韓国語で言うとホアム교수회관って言ってソウル大学に一番近い宿泊施設となっています。公式ウェブサイトは韓国語と英語表記があって英語でも見れるし韓国語でも見れるようになってます。まず部屋のタイプの一覧と各部屋の宿泊費用についてお話ししていきたいと思います。部屋のタイプは4種類あって、スタンダード、デラックス、スイート、ビジネスとなってます。一番安い部屋はスタンダードダブルって部屋で、ここは104,500ウォンと書いてあります。で、一番高い部屋はロイヤルビジネスっていう部屋で、こっちは275,000ウォンと書いてあります。次に他のサービスなどについてお話ししていきます。まずセミナーや会議に場所を借りたりもしていて、あとはレストランもあります。レストランは朝昼夜やっていて、メニューはウェブサイトに料金表と載っています。アワビのおかゆ、ハルトンボクチュクなど牛肉のスープ、ヤンジヘジャンクック、韓国料理、日本料理、洋食などいろいろなメニューがあります。あと、SNUスヌシャカフェみたいなカフェもあって、エスプレッソ、ティー、スペシャルドリンク、アルコール、軽食や食事もできるみたいです。次にメリットについて紹介していきたいと思います。まず一番のメリットとしてはソウル大学に近いこと。特に正門ではなく学生寮に近いため、寮などに入居・退去をするときに荷物を運んだりするのが便利です。一番近いグローバルレジデンスっていう学生寮などは歩って5分の距離にあるので、とても近くて便利だと思います。学生専用ではなく普通の人も有料で泊まる宿泊施設のため、親や知り合いなどが来た場合に利用ができる宿泊施設になってます。あとソウル大学内のキャンパスツアーなどをするのにもほぼ大学内にあるので便利だと思います。次に駅までの交通がとても便利です。近くにナクソンデ駅までの緑の2番のゴアナックマウルバスっていうのが出ているため、駅に行くのにとても便利です。反対にナクソンデ駅の4番出口から宿泊施設までのバスも出てます。朝6時から深夜の12時くらいまでバスが出ていて、10分おきにバスが来るのでとても便利です。あとは空港へのアクセスがとても便利です。宿泊施設に向かう際はインチョン空港ターミナル1と2からリムジンバスが出ているため、宿泊施設に行くのが便利です。反対に宿泊施設からは施設の目の前からインチョン空港へ向かうバスも出ているので便利です。予約は行きも帰りも取らないで乗れて、費用は17,000ウォンくらいでした。荷物は運転手さんがトランクを開けて積んでくれます。かかった時間の目安としてはターミナル2まで1時間半くらいです。バスに関してさらに詳しく説明をすると、ソウルナショナルユニバーシティホームファクルティハウスというバス停から6017エアポートリムジンバスが出てます。ここのバス停は始発なので席に座れると思います。あとメリットとしては朝早くからバスが出ているので、朝早い飛行機にも間に合うのでとても便利だと思います。あとはアメニティが充実している宿泊施設だと思います。宿泊する場所も十分ありました。アメニティとしては歯ブラシ、歯磨き粉、コットンパッド、櫛、シャンプー、リンス、ボディーソープ、お茶のティーバッグ、その他、あと引き出しの中にはランドリーバッグがあって、洗濯も有料で頼めるようになってます。あとは充電するところも鏡の前にたくさんあって便利。注意点としては旅行サイトからの予約はできないことです。公式ウェブサイトからのみ予約ができます。先ほどお話ししたように英語ページもありますが、予約は韓国語ページのみ可能でした。理由としては英語ページはスパムと認識されたので、そのためできないと思われます。韓国語ページで韓国語で直接入力する必要があります。
それができない場合は電話で直接予約を取るといいと思います。その場合は英語と韓国語が通じます。場合によっては日本語ができる担当者がいるかもしれません。次に注意点としては、予約をする際はクレジットカードの事前登録が必要なことです。これは宿泊費用の決済ではなく、キャンセル料が発生するときにのみ使用されます。キャンセルを決まった日付までキャンセルをすれば、通常は無料でキャンセルができるんですが、無料期間を超えてキャンセルをすると、宿泊側が事前登録したクレジットカードから何%か引き落としをするシステムのことです。クレジットカードがない場合は直接電話をして予約をするといいと思います。次の注意点としては割引がないことです。旅行サイトや代理サイトがないため、宿泊をする際は割引がありません。安くても最安値で10万ウォンくらいから泊まれるようになっています。最後の注意点としては、予約確定書の連絡が来るまで各部屋の空き状況を知ることができないことです。予約をする際は宿泊をしたい部屋を選ぶんですが、どの部屋が空いているかは予約の申請をする時点では分かることができません。予約の申請をできたとしても、宿泊施設側が埋まっていて宿泊できないということもあります。私の場合は宿泊をしたい部屋を選んで予約申請をしたのですが、宿泊施設側のフロントから選んだタイプの部屋はいっぱいだと言われ、他の部屋の空き状況を教えてもらいました。フロントから連絡をもらうまで部屋の空き状況がわからないのと、予約申請をできても宿泊できない可能性があるのが注意点です。結論としては、この宿泊施設を利用する場合は電話で直接問い合わせをして空き状況などを確認してから予約などを取るのがいいと思います。